はい、どうぞ。プリン。チキンカツ20%。食べたくなるんですよ。頑張ってください。だからもうな。串カツです。なせちゃんかな、これ。ほんまいい子やろ。まあいい子じゃん。何年ぶりの。おはようございます。お母さんは2回覚えてる朝早いんですね。今日から早せに来るが。いえ、今日から昼するんじゃが。休み明けじゃって忙しいんじゃ。何年ぶりなんですか、お昼やるの。だけど14、15年になるわ。昼やめてな。1回分はある。ここら辺にもっと横にしたら置くとこがないよ。ご飯はいっぱい炊いとく。いっぱい炊くわ。55年。お父さん、それ何ですか、何ですか。これ背中これじゃこんなんどうって猫の手、孫の手。今日はとりあえずこれ使うよ。これちょっときれいにして。じゃあ他にあるなんかないね、他に。いつも思うやこれ。いい香り？うん。中華はいい香りするよ。いやなんで、もううちにある野菜でいいよ。いや青い部分を置いとったやん。そこも使わん。流し。流し、今。で私な、思うのが社長はもう10時までに。あ、やっぱりちょうどいいかな。お腹すいたら体力がつけなくなって。いいからね。これ2時使ったら他の店ね。昔の。何年ぐらい使ったらそんな小さくなるんですか。5、6年かな。でこれが肉のさばきや。これはペテライを玉ねぎむいたら野菜切って。じゃあ2時過ぎでご飯。はい。わかりました。中華は場所取るね。なんかりなちゃんそこのお兄さんが。いっぱい使うと入らんからね。いかさです。あれ。あ、おいです。今順調にもう今資格するんだよ。社長じゃ。あ、やっぱり。
から連れてきた。別に家族つい200なんで、やっぱ100円が必要だな。あったあったあった。ちょうど今日昼は早めにできたよかったらください。あっちまで200円。で天井が500円だから、1回以内でもある。こんなんずっとこれそう、よったよった。言うてくる。私にもあんた。サラダすごい小さいね。お父さん小さい。ミニね、ミニね。これサラダね。ぜひ食べてもらいたいです。餃子なんで、もうお昼だけで。うちはご飯大盛りなんよ。あそこどこですか？どこ？ぎっしり。全部手作りだよ。食材から皮までも。そこへよくなんかも行ったんだけど焼き飯バーやな。あ、決まりました。ポークチャップ。ポークチャップでこれ。ポークチャップ。はい。つけて大丈夫ですか？結構辛い、ポンションがいい。結構辛いんで。汗だらだらになってはい、サービスで。はい、餃子どうぞ。はい手作りで。いただきます。もう一つ、これにもミニサラダがついたの。ランチが今日からだと思うんですけど、知ってたんですか？もちろん。人はな。土曜日に来たわけ。お辛みはどうですか？ちょうどいい。あ、お辛です。先生、辛みはちょっと辛いした方がいい。もっと。でも大丈夫だよ。ハンバーグ。おいしい？じゃあ。ビール。
る目に。なかなか安いね。うん、割りすなかかるな。油ちょっと。これ奈良ちゃんにする分はもう夜になんか食べていく。ご飯入れてよ。いただきます。私が説明してでもそうかもしれない。舐めて。私がそういや、だってそんなことが大変出てくるわけじゃねえって。動画で汚れとるやん。そうなんよ。先ほど来る時な、急いでね、来てもらったって言ったんよ。霧島兄さんのなんだ。中のお伺いします。家でね。多分もう止まってそれだけでもいいよ。聞こえるやつ。聞こえるけど。このくらいでいいですか？はい。でおかわりするかもしれん。ごちそうさまでした。切らんといけん。あ、でもソースがちょっと今までと変わった。作りたてだからうんうんうん。確か55年ですよね。今年？万博の年。私だって生まれて初めてのハンバーグは見た。あ、小学校4年ぐらいの時には一人でカウンターでハンバーグ食べに行ったことは覚えはある。それを勉強しよう。やってないな。これでも自動ではなかったね。懐かしいというか、ミカサの味です。ありがとうございます。今日は大体がもうそもそも客が来ねえ。はい、サービス。少しでよ、少しで。はい。わかりました。行きたわ、まだ行ける。何を食べた？ハンチャップって何ですか？ハンバーグ、ポムチャップ。ハンチャップもらっていいですか？はい。こっちの色合いがいいよ。お母さん、水曜日あんまり満席になったことある？
どでもいいよ。はい、できました。美味しそうですね。私のコスこれ。上市元愛会で救助を求める通報を受けて、当時26山形県警は川の増水などで人的被害が発生することをいや、お父さんパソコン触ってすごい朝から気になってて。びっくりするよ。昼も分かってきたらいっぱいになるんだけどね、まだな、どうもそら今日から入ってな、ちょっと無理だとかったみたいな。こんなでかいんですか？そうや。でかいよ。これ焼くのに30分ぐらいかかるんよ。覚えてね。まあどこでも空いてるところに。これならわかる。どうぞ。カウンターどうぞ。大きすぎてな入らなかった。ポップチャップ以降、ポップスティック。な、チャップの方まだ。チャップの数ライスは書いてないよ。21番。牛とハンバーグとポップチャップ。はい。オーダー入りました。はい。10番の方会計お願いします。そういうのはないです。入ります。2500円です。200円お貸しで。払います。こんなで大丈夫です。何センチぐらいあるんですか？何センチあるかな、これ。7センチぐらいだよ。わからん、測らんからな。
お腹何分ぐらいですか？あ、もう10割超えてますね。味どんな味になるんですかあれ？いやもうまあ結構さっぱりしてるというかあっさりして食べやすかったですけどね。完食しました。美味しかったです。最高。カウンターどうぞ。ごめんな、もう一個ライス。B ランチ。もう一個、魚フライドランチ。いらっしゃいませ。9番ハンバーグステーキ。はい。やってたんです10年ぐらい前までは昼もやってたし夜もやってるし夜なんて2時までやってたからね私たちも商売やってるけどその時の仕事終わりに来たりとかっていうだからね商店の商売してる人多かったねやっぱりちょっとだんだん高齢になってきて長く細く続けてほしいもんでもう時間が短くなるっていう感じなんだけど私たちはもうそれでもやってくれたらいいと思ってで彼女が来てからお世話になってるっていうので始めたみたいなんだけどちょっと私も今日びっくりして味は昔から変わらないんですか？全然変わらないポークチャップも昔から人によってはもっともうとってもいいお店ですねはいないですよね旅の途中であ、そうなんですか。ちなみにどちらからになるんですか？お店さんたくさんあると思うんですけどどうしてこちらに来られたんですか？いや、なんかインスタで見たんだ。それで美味しそうだな。一回来てみたかったです。違う。ああ、そこへいたから。チキンカツもいいかな。あ、上がってますよ。チキンカツ20パー。さらに20パー。どれだけ食べるの？
りがとうございます。ありがとう。くるくるならん。なあ。もうちょっと。いやいやいや、いいですよ。ダメだけ。テーブルがあるから、ビッコ引いて歩きよったから。自分の歩き方になるから、なんかリハビリせんでもええんやけど。今デイサービスで行ってるんですよ。リハビリのところリハビリいるよね。大丈夫かな。そうだったんです。それどうしたらいいかな。だからリハビリできる病院をリハビリテーション。おかずそういう問い合わせしますだから主治医の先生によるんですかね、方針がね。おかずね入れてくれるの。入れてくれないよ。もういいって。やらなくていいって言う。そうなんやだから。だからもうな、心配せんでも、もうちゃんといかじゃん。そう。これ。調理もランチはある。あ、やってます。2番スルメイカ。これから一緒に持ってきたい。これは串カツです。はい、もういい？私お客さんから聞いとったよ。あ、本当ですか。来る頻度ですか？何年かな。もう長いよね。連れてきてもらい出して何年10年近く。？10年ぐらい。食べたくなるんですよ。あとこれだけ動けるのにいつもなんか見とれてできるまでの間も見てるずっと動きを。行った。本当に久々。でもめっちゃ元気なかった。あれこそなくなったんじゃない？見てるよ。足がなくなっただけよ。頑張ってね。来てください。ここはでもね、美味しいよ。アルバイト募集です。5時半から9時半。来ようかな。今日は何頼んだかな。ハンバーグとポークチャップです。うまかったです。最高です。ごちそうさまです。
様でした。まだまだいけますか？あるよ。忙しいおせ元気でいる。暇やったら元気でいる。忙しい方が元気出るんです。そう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 。レナちゃん、これ2番ね、あ、21番。美味しそうそれ。レモン人気を。今日は大体まあ。はい、ハンバーグステーキどうぞ。はい。はい、グリルチキンです。はい。チャップこっち持ってきてよ。あ、わかった。右からやからやろ。はい。これは別に。でもこれ結構美味しいです。これも声入らんだよ、これは。はいです。ゲームオールやなとか言って。柄悪すぎるだろ。あれ？間違えないようにね。もうみんな上がってる。いいですか。次からオムライス1個。はいよ。ここから30分かかるからね。危ないで。そうか。私になってみる。これは。急になってきたらどうしたんですか。
これで入れた？大きいやつかな。大きいやつ1個でなかったかな。重たくないんですか？全然重たくないよ。入るか。こういうもの入らん？はい、ありがとう。顔ぐらい、時間かかるんですか？かかる、もう絶対30分かかる。焼き出してからじゃけんな。ほんで他の仕事しとったらまだこれかかる遅くなるが、それが遅い目がある。大体焼けたよ。昔から人気なんですか？昔からチャップはいいよ。やっぱり大きいからな。山陽放送でやったんよ。チャップをな。そっから大体。もう大丈夫よ。ありがとう。はい、どうも、ありがとうございました。ありがとう。はい、どうぞ。ない。ない。毎回一緒。日本っぽい。帰りまーす。疲れた。なんでここで働きたかったんですか？最初はお客さんとしてここ食べに来て、同じようにポクチャク食べたんですよ。もう見たことないボリュームがある、目の前にバーン出てびっくりするよ。熱いぞ、わーってなんだろうだからな。それでそれを作った人は誰ですかって振り返ると、お父さんの姿目の前に現れて、わあこれかっこいいなと思って、なんかおかげでここに働き始めました。どれぐらい前なんですか？働き始めて、もう3年、まだ3年になります。いきなり料理作れないよ。それをお父さんは上々で教えてもらってね、それから作るようになったんし。今代替わりしたんですか？お父さんはもう後継ぎとしてで、働いて、で一応この、続けて1年2年がお父さん私をフォローしながら、私もお父さんをフォローしながらもう一緒にこういうキッチンで料理を回しています。いや、お疲れ様です。お疲れ様。おやすみなさい。お疲れ。今日お疲れ様です。いらっしゃいな。はい。もっと巨人負けたんちゃうと思う。楽天、僕今日言ってるから楽天から。なんでこんなしっとりしてるんですか？美味しい。それがチャップいうこれだけの一番いいとこを一つか二つしか取らんの。あ、そうなんですか？もう尻尾の方取らない。だからそこはもう一応柔らかくてうまい。チャップって何なんですか？豚ロースを僕らはチャップ。牛肉でも方はリブロース言うやろ。とこはゆっくりやから強火では焼いたら焦げるばっかしちゃうが。だからそれがちょっと苦労するんや。28歳で商売したい。それまでは何されてたんですか？それは職人として就業じゃが、ホテルもいたけど迷うたんよな。職人として生きるか店するかいう。で僕の場合はもう商売のと思ってしだした。なんでそう思ったんですか？
いや、それがな、ええとこ行ったらスペル書いたり、英語書いてメニューがあるが、そんなできるわけに、途中で限界感じるけ、コックして生きるならよ。ほんで、やっぱり自分の実力考えたら、やっぱりもう商売しかないよ。で、もともとわしのおじさんが商売しとったけんな、やっぱりそういうような、やっぱり道を選ぶようになる。55年やってきて一番大変だったのはいつですか？どういうこと？そういうことないよ。ない。食うのも食えるんやけん苦労することねえわ。子供なんからもう楽勝だ。子供おったら子供大学行かしたりしょったらもうお金がいるか。やけだから子供なんけここをこの年やけどうするかになって奈々ちゃんいう子が料理が好きであとしたい言うけそういう状態になってきよるわけじゃん。なあの子はいい子じゃけあの子悪口言ったら誰もおらんみんな褒める。ええ子来てもらうようにはな言うて。ほんならその子がその時やってくれたけこれでその子が後する言ったらわしがインタビュー手伝ったらねけ。もう最低でもあの子が3年間頑張ってけど私も3年間頑張ったのに、そういう感じ。あの子もだけどほんまいい子やろう、なあいい子おらんよああいう子、まあいい子じゃん。